おはようございます。皆さん、よしひこです。今日は滝を取りに来ました。もうね、夏でシティスケープはちょっと暑すぎるということで、大阪北部の箕面の滝というところにねやって滝を撮影します。後半ではね、それをモノクロファインアート風に仕上げていくので、ぜひ前後半とね、お楽しみください。今日はね、その撮影編ということで、撮影の時にね気をつけていきたいポイントをねいくつかね話していきたいと思います。ちなみにね、今時間は、朝5時40分ぐらいなんですけど、真夏のね撮影、日中はね暑いんで早朝がおすすめです。あと早朝に撮影すると光もね柔らかいので、モノクロにねした時に柔らかい感じに仕上げることができます。しばらくはね滝道までの風景をお楽しみください。ここをね降りていくとすぐ滝です。はい、滝に到着です。ここね数日結構雨が降ったんでね、だいぶすごい水の量ですね。ポイントとしてね、やっぱりね水の量は大事なんで、ぜひね、訪れる日のね前日の天気とかには注目しておいてください。まずね構図着いたらね、構図決めると思うんですけど、これはね、オズモポケットっていうね動画撮影用で撮ってますけど、これ大体20ミリなんですよね。フルフレーム換算で20ミリ、20ミリでね広角で撮ってもいいんですけど、大体標準ズームもしくはズームレンズがねあるといいと思います。じゃあ早速ね撮影していきましょう。はい、ここからは Z7 の動画で解説していきます。今は 28mm、2470のね標準ズームの 28mm で撮っています。動画のね都合上16対9のね若干ワイドなね、比率で撮ってます。右の方にね人がね見えますけどね、あの辺を撮りたくなかったらねどんどんズームしていくといいと思います。50mm でもね人入ってしまうんですけど、縦構図にしたらね、右の方は入らなくなるので縦構図にしてもいいかなと思います。もしくはぐーっとズームするかですね。場所によって、もっとねズームしたかったら70、200とかをね、望遠ズームにする必要があります。ここでね動画を縦にしました。今 24mm ですね。動画の都合上ねちょっとね左右が切れてますけど、写真で撮る場合はね2対3の比率でもうちょっとね、安定した縦構図になると思います。滝全体をね撮る場合、滝とね、周りのね岩肌とか撮りたい場合は 24mm とかね 28mm で撮ってもいいと思います。滝全体をね、道を大きく撮りたいときはこういった構図もいいと思います。僕としてはもうちょっとねズームして滝にもっとフォーカスした方がいいと思いますね。50ミリぐらいがね、安定してバランスもいいと思いますね。ちょっと中途半端かな。でもいいかもしれないですね。僕がおすすめなのは50ミリ、35ミリぐらいかな。24ミリだとちょっと広いですよね。散漫とした印象です。
50ミリぐらいでね、撮るとバランスいいかなと思います。じゃあこれでこの構図でね撮ってみましょう。ここからはね50ミリが安定していいので50ミリで撮ろうと思います。気をつけたいのが CPL フィルターのね効果を今説明していますね。動画よく見てもらうと分かるんですけど、微妙にね反射の度合いが変わってますよね。今ねちょうど CPL フィルターを回転させて一番ね最適な反射具合を探ってるとこです。ちょっとだけね反射残した方がねいいですよね。はい、これがね2470の 50mm で撮影した写真になります。 CPL フィルターのね効果を見るのにこのね赤い枠で囲んだね岩のところを見てみましょう。これが CPL フィルターのね効果を使ってない写真です。これがね半分ぐらい反射を抑えた写真で、次がね完全に反射をねなくした写真です。完全に反射をなくすよりちょっとだけね反射を戻した方がモノクロにした時にコントラストを出しやすいので、ちょっとだけこれぐらいね反射を残しておいた方がいいと思います。これがね CPL 効果なしで、これが効果あり、効果なしの岩の部分、ちょっとだけ反射を取ったバージョン、これがね全く反射を取っちゃったバージョンですね。全部反射をね、取っちゃうより少しね、残した方がいいと思うので、闇雲にね CPL フィルターを使ったからといって効果をねマックスにすることはないと思います。特にねモノクロにするとコントラストが大事になるので、コントラストを取りすぎないように注意しましょう。ちょっとね通り雨がね、降ってきたんで、ちょっとね屋根のあるね、とこに移動して、ズームレンズでね、ここから、ズームレンズで撮ってみましょう。ズームレンズに、70、200にします。思い切ってね100ミリ以上にするといいかなと思います。はい、これズームレンズ70、200にね変えて撮った最初の写真ですね。101ミリになってます。こっからね微妙に構図を変えて撮っていきました。これはね160ミリでぐーっとね岩肌とね水流のコントラストにフォーカスして撮影した写真です。さらにこれもう少しズームして200ミリ、ちょっとねもう少し下ね水の部分があった方がいいかなと思います。で若干引いて170ミリ、だいぶバランスが良くなったかなと思います。でもうちょっと引いて130ミリ、モノクロのファインアートにねすることを前提に撮ってるので、モノクロにした時にいいバランスでね、黒とね白とグレーのねバランスがねいい感じになるのを念頭にして撮影するといいと思います。200ミリですね。さっきの200ミリよりこの水の部分を多めに入れてバランスを取りました。これは結構バランスがいいかなと思います。で同じ260ミリでね横にした部分ですけど、ちょっとねここに観光客のね頭が入っちゃってますけど、もうほとんどね、この写真だけでもねモノクロみたいなこのね、葉っぱの部分がなかったらほとんどモノクロに近いですよね。実際モノクロ
で色をなくすとこんな感じですけどね。さらにね、今日はこのデフュージョンフィルターをね使ってみます。こちらがディフュージョンフィルターつける前の写真です。 145mm で撮ってますね。はい、そしてこれがディフュージョンフィルターをつけた写真です。だいぶ雰囲気変わりますね。ディフュージョンフィルターはハイテクフォーマットのスーパーミストクリア濃度2分の1をつけてます。こちらは 130mm で横構図にしたものですね。こちらディフュージョンフィルターをつけてません。こちら同じくディフュージョンフィルターハイテクフォーマットのスーパーミストクリア濃度2分の1です。これなし、これありです。ちょっとねベールがかかったような感じに映りますよね。かといってねディテール、岩肌のねディテールなんかは保ってますよね。写真がねふわっとちょっと柔らかい感じになったのがわかると思います。これをねちょっと簡易的にモノクロにするととてもね雰囲気いいですよね。ちなみにこちらがディフュージョンフィルターなしです。モノクロにしたバージョンの比較なし、あり。だいぶね柔らかい感じになりますよね。またその辺詳しくはね後編の後処理編でね見ていきたいと思います。ちょっとね滝から離れて、渓流をね取りに来ました。なんかねあの辺が結構ちょっと良さそうな感じなんで、ちょっとねあの辺を、長いシャッタースピードで撮ってみましょうか。ちょっと準備します。ちょっとねこの辺暗いんで、CPL フィルターだけでもねだいぶシャッタースピードをね稼ぐことができました。まあね3秒ぐらいでもね十分、水の流れきれいにね流れてるんで、どうかな、撮れた。はい、これがね、これが1分間ですね。60秒出てますね。だいぶ違いますね。ファインアートね仕上げにするんだったら1分ぐらい撮影するといいかもしれないですね。ちょっとね仕上げのね、差をね、3秒のものと1分のものとでちょっとねモノクロで、後半でね見てみたいと思います。はい、最後にね撮影風景をね見つつ撮った写真をね見ていきます。こちらはね、CPL フィルターと ND フィルター4段を使って2秒で撮った写真です。そしてこちら先ほど紹介したデフュージョンフィルターね、ミストフィルターを使った写真です。だいぶね違いますよね。こちらディフュージョンフィルターなし、そしてこれがディフュージョンフィルターありです。フィルターはねフォーマットハイテクのスーパーミストクリア濃度2分の1です。そしてこれはディフュージョンフィルターなんですけどね、ハイテクフォーマットのスーパーミストブラックというねディフュージョンフィルター、いわゆるねブラックミストフィルターをね使って撮った写真です。これはねまたさっきのねスーパーミストクリアと雰囲気がねちょっと変わりますよね。色味が変わりますね、特に。そして同じ場所で縦構図で撮りました。これはデフュージョンフィルターなしのバージョンです。そしてこれがねスーパーミストクリアを使った写真です。これは濃度ね4分の1で若干ね、ディフュージョン
の濃度を下げたフィルターを使っています。これは2分の1に濃度を変えました。若干ね2分の1の方がやっぱりこうもやのかかってる具合がね強いですよね。これは焦点距離 70mm です。そしてこちらは 51mm。 これは、ディフュージョンフィルターなしですね。これはディフュージョンフィルターありです。ちょっとねだいぶ焦点距離によってミストフィルターね、ディフュージョンフィルターのね感じ方が変わってきますよね。これも同じくスーパーミストクリアの2分の1です。そしてこれが4分の1。ディフュージョンフィルターね、最近動画撮影にね使う人も増えてきてると思うんですけど、ぜひね渓流撮影にも使ってみてください。だいぶね、雰囲気変わって、フォトショップとかでね変な後処理をしなくてもねだいぶ幻想的な雰囲気をその場でね、作ることができるので、私はね渓流撮影によく使っています。おすすめです。いかがでしたか。夏休み特別企画、モノクロファインアート滝を撮ろう、そして滝をモノクロファインアートポストプロセス。今日は撮影編でした。CPL フィルター、 ND フィルター、そして決め手がディフュージョンフィルターでしたね。あれがどうなるか、ぜひ後半のポストプロセス後処理編をお楽しみに。ではさようなら。